放送作家の島津です。よろしくお願いします。今回はですね、こちらのメンバーに来てもらっております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はいよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ皆さん、実はですね、今日は皆さんにお知らせが一つございます。はい。なんだ。実はですね、ひろこさんがこの度日本のテレビ番組から取材を受けました。何それ。そうなんですよ。ひこさん、ちょっとこれ全国放送の番組ですよね。これどういった番組に取材されたのか教えてください。これはですね、7月の8日放送される毎日放送のサタデープラスっていう番組の中の自己流ライフっていうコーナーで、多分20分か30分ぐらいのコーナーかな。すごい。そんな長いんですか。すごい。そこで私の4日間密着取材を受けました。昨日終わってもうね、結構ねヘトヘトになりましたけどもすいませんね。お疲れのところすいませんね。いや本当4日間密着だけど、その前から家の片付けとか、ね、向こうの方とディレクターの方とねズームしたりとか、向こうの方が忙しいんですけど、私も結構忙しくしてて、で昨日午前中お昼ぐらいに終わって、もう昨日はそれからうちに帰ってバッタンキューでもうお昼から夜9時まで寝まして、大変だ。でもすごい楽しかったし、いい経験になったし、良かったです。ひろこさん、それはどういった企画の内容でどういった取材を受けたんですか？海外に住んでる日本人で、日本では大変なこともあったり辛いこともあったりしたけど、今こうやってここでこういう生活をしてとっても幸せに暮らしてますという、そういう密着自己流ライフ。いや、4日間って結構あると思うんですけど。すごいね。仕事とか家の様子も丸々ですか？7時45分からいらっしゃって、ちょっと家の中を一応見て、でそれから家を出るところから行ってきますからスタートして、バスに乗って、バスの後ろから追跡していただいてて、でその後歯医者さんに入って、午前中ずっと撮影、歯医者さんの中で私の仕事風景を撮影してて、でそれは水曜日おしまいで、木曜日は朝起きるところから夕食が終わる、夕食まで朝起きるところから起きて降りてくるところから撮影して、それでまた次の撮影に行き、夜ぐらいまで、じゃあもうひろこさんちのゴージャスな生活っぷりがいろいろテレビを通して見れるっていうことで間違いないです。ゴージャスかどうか分からない。すごいシンプルなんで、実際すごいシンプルなんで。そんなことないと思う。いやもうご覧になったら分かります。そんなことない。絶対そんなことない。いや本当に自宅のプールでなんかシャンパンとか飲んでる風景が出てくるっていうイメージなんですけど。いや逆にそれダメで、なるべくゴージャス感を出さないようにっていう話を受けてて。ゴージャス感出さないように。ひろこさんの魅力が。ひろこさんの家に行ったらバレバレでしょ、だって。いや、大きいですねって言われたけど、なるべくゴージャス感を出さないように頑張ってくれてますよね。ゴージャス感出さないようにっていう演出がね。車も2台あって、電気自動車を使いましょうと。もう1台の方はやっぱりゴージャス感が出ちゃうから使わないように。電気自動車の方がゴージャスなんじゃないですか？あ、そうですか？だって最先端でしょ、電気自動車の方が。あれなんか、そうだけど。もう1台って何なの？ちなみに。もう1台はポルシェのカイエン。ほら。そういうことだと思った。でもそれあかんわ。そのカイエンももう20年以上の経ってる車でオンボロカーなんですよ。でもそれでもやっぱりそれでもポルシェはやめてくれ。ポルシェやからね。そうでも電気自動車はキアっていう、ご存知ですか？韓国の自動車。ボックスかなんか
日本の車で言うと、キューブみたいな感じ。そう、すごく。ただ、洗車するの忘れてて、切ってなかったんですよ。それが、ちょっと心残りで。まあ、いいやと思っても、なんかいろいろね、忘れたところはあって、もう終わったから仕方ない。ということで、そう。なるほど。7月8日ですね。土曜日の、8時前後の。8時ぐらいですよね。そう、早い時間帯ですよね。早い時間帯。なので、ぜひ、日本に、みのりちゃんはいるので、あゆみさん、日本ですか、その頃は。こっちですか？こっち。じゃあまたなんかアプリとかで見れないのかな ?TVer とかね。なんかね、結構こっちバルセロナにいる人でも、私の知り合いでも、そのアンテナ、なんかアマゾンかなんかで買って、日本のテレビ見てますっていう方もいるので、よかったらぜひ、なんか。じゃあ皆さんちょっと、チェックしましょう。はい。見たい。嬉しいです。いや、だから、これさ、ね、今回たまたまね、ひろこさんだけど、あゆみさんだっていう可能性もあるわけですよね。企画としては。そう世界で活躍してる日本の女性がっていう企画ですもんね。そうそうそう。たまたま私がなんていうの？日立会社に引っかかった、引っ掛けてくれたというかね。ね、びっくりしちゃった、私も最初は。楽しみだな。迷惑メールかと思ったんだけど、いろいろ調べたら。違う。どこどこのどういう会社のどういうものでとか、一応ネットで調べたら、大丈夫だって。大丈夫だっていう。そう。それで返信をしてっていうお話が進みました。しっかりサタデープラスに乗っかり、録画してみんなで楽しめるようにしましょう。はい。みんなでコメントお願いします。はい。ありがとうございます。ではですね、今回のテーマはこちらです。ひろこプレゼンツ、バルセロナで人気のジャパニーズフードカルチャー参戦。